東海オンエアとかはじめ社長とか、そのヒカキンさんが所属しているウームっていう会社が身売りになりました。どういう理由で売ったかっていうのは、基本的には売った人たちは言わないんだけど、長期的に儲かるんだったら身売りしないですよね。でも10億円の会社が来年は8億円の価値になるかもねって思ったら、今売った方が得だよねってなるじゃないですか。東海オンエアの哲也と柴優と、その妻の綾菜の間で家庭生活や仕事の不満が噴火してそうなっています。ひろゆきさんどう思ってますか？東海オンエアのメンバーがどうこうは僕はあんまりよく知らないんですけど、結局のところはグループって基本揉めがちなんですよ。なので基本うまくいくグループって大体圧倒的に優秀なリーダーがいて、でその優秀なリーダーについていく以外に選択肢がないよねっていうグループは結構うまくいったりするんですよ。だからレペゼン地球のDJ 社長、DJ 社長が優秀かどうかは置いといて、一つでも DJ 社長がリーダーだよねと。で、他の人たちはなんだかんだ言って DJ 社長ほどの爆発力はないよねと。なので、その DJ 社長が言うんだったら、仕方なくこうついていくよみたいな感じが割と普通で、で、逆にリーダーシップ取れる人をいっぱい集めちゃうと、揉めて分解することが多いんですよね。で、つんくさん、モーニング娘。とかの曲提供とかプロデュースやってたつんくさんが、もともとシャ乱 Q っていうバンドをやってたんですけど、で、シャ乱 Q が、なんか4つぐらいのバンドの人たちを集めて、それのなんか頭文字を集めて、シャとランと Q とみたいな感じで、そもそもリーダー格集めちゃったせいで、すげえ揉めやすかったらしいんですよね。結果として、そのなんか、誰がリーダーなんだみたいなので揉めて別れちゃうみたいなのなんですけど、で、東海オンエアで何が言いたいかというと、で、東海オンエアに関してでいくと、割と今まで仲良くやれていましたというのは、それはそれでリーダーに従ってればいいよねっていうリーダーの強さっていうのがあったと思うんですよ。で、そのメンバーとしては、別にリーダーと仲良くやってればいいよねって話だったんですけど、残念ながらその家族が登場してしまうと、その要はリーダーの哲也さんに従ってれば俺たちはうまくいくよねっていうところに、そのメンバーの妻っていう本来無関係でありながら、何かその関係性があるような発言権のある人というのが現れてきてしまったんですよ。要するにメンバーだけであれば今まで通り楽しくやりますと。で、不満があったとしても、そうは言ってもここまで来れたっていうのはリーダーのおかげだから、基本的にはリーダーに従いますよと。で、仲違いしてるとかっていうのを表に出したらメリットはないから、そういうのはしませんよなんですけど、そのメンバーの妻とかメンバーの家族みたいな、そのメンバーじゃないやつ、例えばじゃあメンバーが家で愚痴をこぼしました。そしたらその愚痴を勝手に広めちゃったりするんですよね。家族とか妻とかが。で、それはプライベートで言ってる愚痴だから、表で言いたくて言ってるわけじゃないよと。なので、こう黙っててほしいんだけど、でもなんか妻、家族としては、そうなんか自分の旦那をなんとか盛り上げたいとか、自分の旦那がこうなんか不遇であるっていうのをなんとか変えたいみたいので、その自分勝手に動き始め、結果として表に出るべきではない情報が出て、ああ、こいつら揉めてんなっていうふうに見られるっていうのがあるので、なので、あんまりそのグループとしてうまくやってる中で、いくら妻であれ、家族であれ、そのグループの運営に関して、あんまり口出すべきではないと思うんですよ。ある種赤の他人じゃないですか。メンバーの家族というだけで。で、例えばじゃあ、孫正義さんっていう人がソフトバンクを運営してますと。で、じゃあ孫正義さんの奥さんのおじいちゃんとかが、なんか孫正義の経営はなんか良くないとかって言い出したら、うぜえよってなるじゃないですか。で、なんか孫正義の奥さんに、なんかこんな愚痴を言ってるとかって言って、いやいや、それ表に出すことじゃないでしょみたいなので、なので、あくまでそのグループだったり組織というのは、そのメンバーが運営しているもので、家族だからといって、その特別な情報が手に入ったとしても、それはあんまり表に出すべきではないんじゃないかなと思うので、なので、そこら辺のなんか都会オンエアの揉め事でいくと、そもつの綾南さんという人がプライベート情報だったりとか、なんか要は、うちの旦那がこういうこと言ってるみたいなのを出してしまうっていうのが、そもそも論やっちゃいけないことなんじゃないかなと思いますけどね。その炎上して、なんか自分のこう注目を浴びたいとかっていうのでやってるんだったら、分かっててやってる行為だと思うので、それは大変な人結婚したねって話だと思いますけど。東海オンエアが燃えてますが、YouTuber 最近壊れてませんか？YouTube の再生単価が下がったっていう問題もあるんですよね。YouTube ショートが
増えたあたりからなんですけど、その YouTube ショートの場合って、広告がほとんど出ないので、なので、その動画が、例えばじゃあ、YouTube ショートで100万再生されました。普通の動画が100万再生されました。で、普通の動画で100万再生されると、なんだかんだ言ってそれで20万円、30万円ぐらいになる人が多いんですよ。でも、YouTube ショートの場合って100万再生されても1万円とかにしかならなかったりするんですよ。で、それもその再生、広告が入らないせいもあるんですけど、その代わりにその YouTube ショートを一生懸命やってくれましたよねっていうので、YouTube がボーナスをくれるみたいな仕組みがあるんですけど、そうするとやっぱ100万再生の動画を上げた、要はじゃあ今月500万再生いったよと思って、いやー、報告と思ってたら、そのうち半分以上が YouTube ショートの方でしたってなると、売上としては全然いってないよねっていうことになっちゃって、割と YouTube のその収益下がってるように見えるがち問題っていうのがあるんですよ。で、これがまず、再生数あたりの単価が下がってしまった問題で、で、もう一個起きてるのが、YouTube ショートの方が見やすいよねっていうので、ショートばっかり見るユーザーが増えて、そのショートじゃない動画の再生数平均が下がってるっていう説もあるんですよ。要はYouTube ショートって再生数回りやすいっていうのがあるんですけど、それもあってみんなショートばっかり見るんですよ。で、なんか飛ばせばまた次のも出るしっていうので、なので、なんか10分の動画とかいちいち見ないよねってなって、長めの動画の再生数が下がっちゃってるので、結果として、そもそもの収益が減ってる。と、YouTube ショートのせいで単価が減ってるっていう2つがあって、なので YouTuber 自体の収益が下がってるっていうのがあるんですよね。で、先月かなんかにその東海オンエアとかはじめ社長とか、そのヒカキンさんが所属しているウームっていう会社が身売りになりました。一応上場してる会社だったんですけど、あれ、なんかフリークスグループだっけ、なんか広告代理店系のところに買われるっていう形で、結局それ、どういう理由で売ったかっていうのは、基本的には売った人たちは言わないんだけど、基本的には長期的に儲かるんだったら身売りしないですよね。要は今じゃあこの会社が10億円の価値がありますと。でも来年になったら30億円の価値になりますって言ったら、それ10億円で売らないですよね。でも10億円の会社が来年は8億円の価値になるかもねって思ったら、今売った方が得だよねってなるじゃないですか。で、実際にその再生数の動きとか収益の動きっていうのは事細かにすごく知ってるわけですよ、ウームは。抱えてるクリエイターもいっぱいいるわけだから、こういうユーザーは伸びてるけど、こういうユーザーは大体下がってるよねとか、一般的には下がってるよねとかっていう、その YouTuber 全体の動きっていうのが、ある程度そのクリエイターのそのアナリティクスも見れるので、それで、この流れだと多分ずっと株を持ち続けるよりも今手放した方が得だよねというふうに株主が考えるっていうところと、あと本質的な問題で、YouTuber が事務所に所属する必要ないよね問題っていうのがあるんですよ。その芸能界とかの場合は、その芸能事務所に所属しないとテレビ出れないとかっていうのがあるので、みんな芸能事務所に所属するんですけど、その YouTube の場合って別になんか事務所に所属しなくても人雇っちゃえば自分でできるよねっていうのがあって、事務所に所属してくれるとなんかいろいろ手伝ってくれますとか、なんか法律の相談できますとかなるんだけど、別に YouTuber だって法律家弁護士さんと普通に契約して顧問契約とかすれば法律相談できるし、じゃあそのなんか人手が足りないとかであれば別に自分で雇えばいいじゃんっていう感じで、その事務所に所属しないクリエイターっていうのが徐々に増えてきちゃってるんですよね。なので、もうコロナ前ぐらいかな、なんかウームやめますみたいな動画を上げる人たちっていうのが結構いて、で、その当時のウームは収益の20%とか取ってたのかな。で、20%、例えばじゃあ、月に20万円の売り上げの人であれば、4万円取られるぐらいだったら、とかになるんですけど、月に1000万円売り上げてますってなって、月に200万円取られますってなると、200万円も取られるんだったら、俺、人自分で雇った方が安くねってなっちゃうんですよ。だから事務所の方がなんかマネージメントやってくれますとか動画編集してくれますって言っても、いやいや200万だったら4、5人雇えるよみたいになっちゃうんで、なので大手の人ほど事務所に所属する必要ないよねっていう風な形になってしまって、大手の人ほど抜けるっていう状態になっちゃったっていう。で、それは構造的な問題なので、なかなか厳しいんじゃないかな、この先とは思いますけどね。